皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画で示したように、複層微分法によれば、同関数による計算値と同じ精度で微分値を計算することができます。今回は本法の計算精度の高さを理解してもらうため、Excel を使った複層微分法により微分値を求める手順についてお話しします。Excel は複素数計算に関して次のような関数を持っています。これらの中から必要な関数を使い、複素微分法により微分値を求めてみましょう。前回の動画で示したように、複素微分法による数値微分の基本式は1式で与えられましたね。計算誤差のオーダーは刻み幅 h の2乗です。例として、まず関数式 fx イコール e の x 乗について考えます。ここで微分点 x を2、刻み幅 h を 0.1 とします。この時の複素数は x プラス ih イコール2プラス 0.1i となります。説明を効率よく行うため、以下ではExcel 関数を書くセルの番号を指定しますが、実際にはどのセルでも構いません。また、関数などを入力後にエンターキーを叩く操作は省略します。まず、セル B3 に2、セル B4 に 0.1 と書きます。次に、これらの値を使って上述の複素数を作成するため、セル B5 にイクオールコンプレックス B3、B4 と書きます。これによりセル B5 に2足す 0.1i が表示されます。次にセル B6 にイクオール imexpb5 と書きます。これによりセル B6 に微分点での指数関数に対する複素数が表示されます。ここで数値の桁数は数値が表示されたセルを選び、マウスを右クリックすることにより現れる小数点以下の表示桁数を増やすボタンを押して調節してください。次にこの複素数の虚部の値を抽出し、これを h で割るため、セル B7 にイクオールイマージナリー imexpb6 割る B4 と書きます。これによりセル B7 に微分値が表示されます。正しい値を赤色で示します。これより複素微分法による計算値が2桁だけ正しいことがわかります。それでは上述の計算を一度に行ってみましょう。セル B8 にイクオールイマージナリー imexp コンプレックス B3、B4 割る B4 と書いてください。これにより上のカラムと同じ値が表示されます。さらにより高い精度の値を得るため、セル B4 の h を 1×10 のマイナス8乗に変えてみましょう。これにより全桁が微分値と同じである正しい計算値が得られます。ただしこの計算値の15ないし16桁目は丸目誤差を含んでいるので、正しい値かどうかはわからないことを明記しておいてください。h を 0.1 から10のマイナス15乗まで変えた時の計算結果は図のようになります。計算値は h が10のマイナス8乗以下であれば正しく与えられることがわかります。このことは前述の複素微分法による数値微分の基本式が h の2乗の誤差を含むことから推測できますね。次に
関数式 x プラス1の3乗について考えます。同関数は乗式を x で微分することにより 3×x プラス1の2乗と与えられ、よってx イコール2における微分値は27となります。複素微分法による計算値がこの値に一致するかを検証してみましょう。前と同じようにセル G3 に2、セル G4 に 0.1 と書きます。次にこれらの値を使って乗述の複素数を作成するため、セル G5 にイコールコンプレックス G3 プラス1、G4 と書きます。これによりセル G5 に複素数3たす 0.1i が表示されます。次にセル G6 にイコール im パワー G5、3と書きます。これによりセル G6 に 26.91 たす 2.699i が表示されます。これは関数式 x プラス1プラス hi の3乗の複素数表示値です。さらにこの複素数の虚部の値を抽出し、これを h で割るため、セル G7 にイコールイマジナリー G6 割る G4 と書きます。これによりセル G7 に 26.99 が表示されます。微分値の正しい値は 27.0 です。これより計算値は数桁だけ正しいことがわかります。乗述の計算を一気に行うため、セル G8 にイコールイマジナリー im パワーコンプレックス G3 たす1、G4、3割る G4 と書いてください。これにより上のセルと同じ値が表示されます。さらにより高い精度の値を得るため h を 1×10 のマイナス8乗に変えてみましょう。これにより同関数を使って計算した値27と全桁が同じ計算値が得られます。h を 0.1 から10のマイナス15乗まで変えた時の計算結果は図のようになります。これより計算値は h が10のマイナス8乗以下であれば正しい値になることがわかります。以上のように Excel によれば複素微分法による微分値の計算を簡単に行うことができます。計算値の精度は同関数を使った時と同等のレベルで得られます。しかしながら Excel では適用できる関数に制限があるため、実用的には C++ などでプログラムを作成して計算を行うのが良いですね。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。